フランスのパリに海外臨床実習で約1ヶ月を過ごした中で、私はフランス人の習慣や文化をも経験いたしました。今日は私がフランスのパリで経験した最も印象的な10個をご紹介させていただきたいと思います。まずコーヒーです。フランス語の旅行会話帳を開くと必ずUn café s'il vous plaîtというフレーズがあると思います。これはコーヒー1杯くださいという意味です。しかしそのフレーズを使うとお店で出てくるのはエスプレッソなんです。そう、フランスでコーヒーはエスプレッソのことを指すのです。フランスではたくさんの料理に舌包みを打つことでしょう。レストラン、ベーカリー、洋菓子店。そのような甘い誘惑に負けてしまうと、私のように帰国する頃にはふくよかになってしまうかもしれません。フランスで人々は食べるということを愛し、それを自らやめることはないのです。食べ歩きは普通の光景です。特にベーカリーで買ったパンを歩きながら食べている姿はよく見かけます。日本人にとっては少し変わっているかもしれませんし、日本で急いでいる時以外は進んで食べ歩きしないかもしれませんが、あちらでは誰もそれを気にすることはありません。フランス人はベーカリーで買ったフランスパンを片手に持ち、道を歩いています。こんな感じで。そしてそれをつまみながら歩いているのです。私はそれを初めて目撃した時、彼らが家に帰る前に食べ終えてしまわないか心配になりました。フランスでは会った時の挨拶としてビズを交わします。ビズとは相手の両頬にお互いがキスをし合うというもので、一般的な挨拶です。私たち日本人にとって誰かの頬にキスをすることはちょっと親密すぎるように思うかもしれませんが、あちらではそれをとても大事なものだと考えていて、会った時にそれを欠かすことはありません。私自身、やはりそれが普通ではないので、時々忘れてしまったり、遠慮してしまうことがあり、そんな時は相手の方は少し物足りなさそうでした。どんなカップルでもいつもキスをしています。地下鉄でも、道端でも、レストランでも、公共の場でキスをしたり、イチャつくことに抵抗はないようです。誰かに見られている？彼らにとって大したことではありません。言わずもがな、私は滞在中、彼らに嫉妬してしまいました。全員がタバコを吸っているというわけではありませんが、街を歩くとかなりの数の人が道端やカフェテラスでタバコに火をつけ、ライターをカチカチ言わせているように見えます。フランスの喫煙率は 30% ほどで、日本や諸外国の喫煙率は低下を見せる中、その喫煙者数は増加しています。映画に行けばエンドロールが流れる前にタバコを口に加え、ライターを準備して、外に一歩出たらすぐにでも吸うつもりなんでしょうか。地下鉄や空港の出口でも同様です。ビルや学校のそばを歩けば、働いている人や学生が歩道に並んでふかしています。そして彼らにとっては、歩きタバコやタバコのポイ捨てありふれたものなのです。道を見れば、喫煙者を残していた吸い殻が、街の美しさを挑ませていることに気づくと思います。日本ではそのようなことをする人は罰せられたり、冷ややかに見られるでしょう。フランスで犬の糞が道端にたくさん落ちていることはよく知られています。実際たくさん見ました。驚いたことに犬の飼い主はうんち袋を持ち歩いていないのです。聞いたところによると、年間600人が踏んで滑って病院に搬送されるそうです。冗談ではないですよ。人々は働くことを好み楽しみますが、時として報酬や労働時間に不満を持つことがあります。そうするとストライキが起こり、私たち外国人に対する影響は甚大なものです。バスや電車、他の公共交通機関はストライキ中は使うことができません。私たち日本人の多くはストライキを経験したことがないと思います。実際私もその中の一人だったので、モンブランに向かう途中に遭遇したのが私にとって初めてのストライキでした。フランス中にはモノプリというスーパーマーケットがあり、日本のスーパーとほぼ同じで物を選んで買ったりするところです。けれどもレジの店員は背の高い椅子に座って、まるで私たち買い物客を見下ろしているかのようです。そして彼らはせっかちなのです。特に混雑している夕方で、もしもレジでグズグズなんかしたら、彼らをイライラさせてしまいます。選んだ商品は会計の前にレジのベルトコンベヤに乗せることになっており、細長いバーを前の人と自分の商品の間に目印として置かなければいけません。もしもそのバーを置き忘れたら、店員が自らそれを不機嫌そうに置きます。バン！ブルルルルル。
そして彼らは大きな紙幣を会計で出されることはあからさまに嫌います。ちょっとした日用品を買う程度なら小銭を出さなければならず、そうしなければ直接小銭ありませんかと聞かれます。多くの人が最初に言うのは、パリは美しくて世界で最も情緒あふれる街。けれども人が。そういうのも納得で、時々外国人観光客は彼らに歓迎されてないように見えることがあります。しかし驚いたことに、彼らを微笑ませる魔法の言葉があります。それはボンジュールです。ボンジュールは彼らにとって重要な言葉なのです。日本ではコンビニスーパーや他のお店では挨拶をせずに買い物をすることができます。しかしフランスでは言葉のコミュニケーションなしに買い物をすることはできません。したがってフランスの人からすれば日本の文化は少し変わっているでしょう。日本人の観光客はモノプリで何も言わずに買い物をしようとしたら失礼だと誤解されてもおかしくありません。私たちは日本の常識が必ずしも常識ではないことを心に留めておくべきです。一方、ボンジュールという言葉はフランスの人と仲良くなるときにとても便利で役に立ちます。そう、彼らは本当はとても親切で、多くが私たちのことを歓迎してくれています。フランスに滞在中、私はたくさんの人に助けられました。駅では電車の出発するホームの番号が変更になった時に、それを知らせて私をわざわざ変更後の出発場所まで連れて行ってくれました。病院ではスタッフの方々に歓迎され、日本語で一生懸命話しかけられました。病気になった時には薬や蜂蜜ティーをくれたスタッフもいました。パン屋では私のおかしなフランス語を辛抱強く聞いてくれましたし、モノプリでは笑顔で私にウィンクをしてくれました。ここでフランスに来て観光する際は、現地の実用的なフレーズを覚えていくことをお勧めします。多くの人は英語を話せますが、絶対にフランス語を話そうと心がけた方が喜んでくれます。ちょっとフランス語を覚えれば、人々はあなたが外国人であることを気に留めなくなることでしょう。あなたがただ見知らぬ国からやってきて、ホテルにチェックインし、ホテルのレストランで食事をし、観光バスに乗ってエッフェル塔やノートルダム寺院をなんとなく眺めながら写真を何枚か撮ったりして、また飛行機でどこかへ飛んで行ってしまう。そんなただの観光客ではないということを彼らは理解してくれるでしょう。覚えておけば役に立つ言葉は、例えば、Je ne parle pas français。私はフランス語は話せませんです。他には、parle peu anglais。英語は話せますかなど覚えておくといいと思います。こんなに簡単なのにとてもすごい言葉なんです。15以内で失礼な日本人や愚かな観光客といった誤解を防ぐことができます。以上が私の考えでフランスで経験した最も印象的な10個でした。貴重な時間を割いてご清聴いただきありがとうございます。